皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時々でございます。本日は我らがリジェクトのストリートファイターリーグ第3戦ホームでの VS バレル戦が行われましたので、そちらを振り返っていきたいと思います。それでは両チームのオーダーについて振り返っていきましょう。相手チームのオーダーといたしましては、先鋒水葉、中堅 TS、そして大将に YH 持ちのダルシム、そして延長戦は孫さんが、控えているという形になりました。でこちらですね、オーダーはね かなり読みづらかったです。ただ試合当日の前の日からの孫さんのですね、履歴の勝率が全体的に良かったんですよ。なのでそれで孫さんそこで出てくるって言うかもなと思ったんですが、今回はね、孫さんは延長に、控えるということになったみたいですね。それはちょっと意外だったというか、そこで突っ込むんだなというのが、こちらの、感想でございました。向こうとしてはやっぱね、こっち強いエド2枚カバープラスレシャーはテリーもいるから、それに対してまんべんなく、いける対処っていうのが多分出ないといけないだろうから、それは大変だったろうね。今回は、もちさんのダルシムが、ダルシムエドは相性的には、ダルシムそこそこいけんのかなということで出たんじゃないかなと思われます。で、こっちのオーダーなんだけど、いろんなパターンを想定した時に僕が、先鋒中堅大将どれかで出るというのは実はね結構少なかったんですよ。梅さん、フード、レシャーで行ってもらうっていうパターンの方が、圧倒的に多かったんだけど、また梅原さんはお預けでございますという流れだったんですが、結果ね延長まで行ったんでみんなでプレーできることになったということでございます。でまず迎えた先鋒戦でございます。これね、またお杉さんとふみさん来てもらっちゃったんだよね。結構ね練習してもらって、なかなかね感触良かったんだけどね、しょぼいことやっちゃったな。この組み合わせは僕はチャンスを1回引っ掛けて端に行った時にそこでちゃんとダメージを取りたいと思ってる組み合わせなんですが、端に追い込むということはできてたんだけれども、そこでね、しかもねそっからのその水葉の攻めも一応想定内だったことも多かっただけに悔やまれるな。申し訳ねえな。お杉さん、ふみさんすまん。練習で俺あんだけ生きっといて、やっぱでも練習でやっぱ同じ人と結構対戦してもらうことが多いので、なんだかんだ言ってやっぱ人読み入れちゃってんだよね。ここら辺で飛んでくるのかなとか、やっぱり本番ってお互い慎重になるから、あれちょっと相手の出方違くねっていう風になるって、そこにリソースを使うようになっちゃって、そうするとね、やっぱキャミーへの対空って結構ちゃんと意識してないと早い入力である必要があるから、そこミスっちゃってすんだよな。そんな感じでいいところなく水葉に敗れてしまいました。で続いての、中堅戦でございます。で TS さんに対しては、フード、フードも自信を持って臨めた試合だと思うんですが、 TS さんのこのじっくりした守りスタイルにかなり攻めあぐねた感があるのと、このね起き上がりの昇竜拳をね早めに何回か使われたんだよな。それがやっぱ後半の岬の後半の方で生きてきたかなっていう感じがするよね。これとかTS さんも立ち回り冷静だったよな。このチームちょっとおかしなこと言うかもしんないけど、フードとレシャーどっちかが岬しかできないっていうのはどうなの？フードがまだ3先でやってないんだよな。その2人がね3先でもしできればもっと手堅くなると思います。そして我々2人が2先で脇を固める。
うわー、それ飛んじゃうか。いや、仕掛けどころも良かったな。基本的にやっぱ TS さん待ちスタイルなんだけど、そっから一転して攻めを選ぶタイミングが、非常に秀逸だったね。これフードもね、結構自信のある組み合わせだっただけに残念でした。でもフードマジで強いんで、プレイヤーとしてもそうですし、チームのね作戦役としてもまだまだ我々頑張っていきます。そして対象はこの男でございます。レシャーのもちさんに対してはテリーで、前にねもちさんとか鳥飯さんってやった時はちょっとやられちゃったみたいなんだけど、ちゃんと僕が動きを変えることができればいけると思いますって言って、でこの試合内容ですわ。1試合目こそね危なかったものの、もう後半はねEWC で起きた持ちブラズを見てるかのような差し返しもするし、時間も使って立ち回りでちゃんとダメージを取ってたね。なんかダルシム戦ってやっぱ置き攻めが強いキャラだとテリーみたいなその起き上がりのループで勝つっていうパターンが結構あるのかなと思ったんだけど、むしろ起き上がりの攻めの方は読みがちがちょっと少なかったかもね。立ち回りで相手の伸ばした手足に対して押し置きをして死角艇だったりとか、あとはフロートに対しての、バーンナックルもそうだけど、そういうところでダメージを奪うのはね非常に多かったね。あとこのラッシュ台形有効だね。レシャーもミスがなかったわけではないのですが、持ち前の操作技術の高さと、あとやっぱ初年度に比べるともうだいぶ焦るってことが少なくなったね。レシャーが偉いのはやっぱ自分が負けた時とか負けそうになった時の範囲をよく理解してちゃんと次はそうしないようにするっていうのは本当にすごいね。偉い。よく自分を分析できている。これで、先方と中継は負けてしまったんですが、大将レシャーが勝ってくれたんで延長戦でございます。ここで出てくるのは孫 2D ゴッド対第5ザビーストでございます。今回梅さん孫とやるときに結構自信は持ててたと思う。呪律界の方はね、伝説 SP さん、ベティちゃん、あとアンナくん、兵庫のね新進気鋭若手呪律界の3人とかなりいい練習ができたんじゃないかなと思います。そう、このね1試合目孫さん空振り多かったんだよな。それに対して梅さんしっかり差し返しできてたから、ここら辺とかもね、何が変わったんだろうな。確かね3ラウンド選手したんだよね。でも波動に対して歩きのプレッシャーがどんどんかかってきちゃったんだろうな。波動を食らわないようにするプラスちゃんと中足もケアするしゃがみガードっていうのが多かったんだな。投げてあるよ。いやこれだよ。これ OD 転戦輪のミスだろ。狙ったのかな。出た。歩き大パンなんだ。なんだね、やっぱ波動の打ち方とかがちょっとリズムが分かってきたんだろうね。これはなるほど、ちょうどバーンアウトだね。これはでも風水の強い使い方だよな。2ゲージでバーンアウトさせることができる。いやー、ということでですね、延長戦、辛くも2-1孫さん勝利でございます。ということでですね、最終的なチームの対戦結果は、30対20でリジェクトは敗北という形に、なってしまいました。そうですね、自分の試合がね
まあいい動きとは全く言えなかったもんで、その悔しさはすごいありますね。やっぱ大切な初戦で勝ってね、流れよくしたかったんですが、それがね叶わなかったということで、でもね、やっぱレシャに大賞20点本当に取ってもらったのはすごいありがたいことですので、また連日に向けて頑張っていきたいなと思います。はい。それでは、今節終了時点のディビジョン F の順位をチェックしてみましょう。我々、リジェクトはですね、80点で並んで、得失点で2位となりました。今1位は戦がね40点取っちゃったもんだからね。バレルが70点、そして DFM も今回40点大量ポイントゲットしまして70点で並んでおります。まあね、まだまだ油断できないというか、むしろここからね上を目指して、さらに上を目指して頑張っていかなきゃいけないところでございます。ここからはスタッフからの今節に関しての質問が届いておりますので、そちらに回答していきたいと思います。画面端に追い詰められた時に配信でもチームメイトからインパクト警戒の声掛けが聞こえてきましたが、そちらに意識を割いたことによる他部分への影響はありましたか？まあインパクトに意識を割くと、やっぱそれ以外にはちょっとねおろそかになるというのは、ありますね。ただチームメイトにインパクト警戒の声かけっていうのは僕から、お願いしていることでございますので、そこをねうまく両方ね対処したいんだけど、まあキャミーはちょっとストライクがあるからね、そこは割と難しいんですが、両方ね頑張って対応していきたいと思います。はい。個人戦は2連敗となりましたが、それに対してチームメイトからはどういった声かけがありましたか？僕はねやっぱ2連敗は1勝2敗っていうのは個人的にすごい感じが良くないんですが、それに対するチームメイトからは声かけは特にないかな。なんかその2連敗ということに対する声かけっていうのはないと思います。はい。ただそのチーム全体としてねどういう時に、僕が起用できるかとか、そういうところの話し合いは引き続き続いていきますよね。はい、頑張ります。ついに梅原選手の初陣となりましたが、本人の様子はどうでしたか？緊張など。緊張はやっぱり SFL なんで、あったと思いますが、今回はですね、冒頭でも僕言ったんですけど、僕が出るパターンよりも梅原さんが出るパターンの方が全然多かったんですよ。なのでやるという心構えは今日は特に大きかったと思います、梅原さん。でやっぱりレシャー対もちさんの前に0-20でレシャーが勝つと自分の出番出てくるから、そこはもうレシャーの試合を見るっていうよりは、次のあり得るであろう受理戦の調べ直しとか、あとは最終確認をやってて入念な準備をやっているなという感じを僕は見受けられましたね。緊張はやっぱりしてたと思うね。オンラインでの VS ダルシム戦の履歴はトヒロさんとフードさんはたくさんありましたが、レシャー選手はほぼありませんでした。そんな中レシャー選手がモンスターに出たのはどういう経緯だったのでしょうか？別にその裏を書いたとかっていうのはそんなになくてですね、ダルシム戦はやっぱり僕は鳥飯さんと去年ね、同じチームメイトだったし、それまでも結構一緒に組んだこともあるし、そこそこ関係値があるので、こういう時でもお願いして対戦してもらったというのは、さすがにだって鳥飯さんとさオフラインはちょっと難しいかなと思ったんで、オンラインで練習してたということです。でレシャーは別に対戦経験を積むというよりは、やっぱり目が疲れちゃうっていうこともあるから、よくね考えて攻略できるタイプなんですよ。なのでダルシム戦の履歴はそんなに残ってなかったのかなということでございます。ここからは最近のチームメイトの様子を私が皆様にお届けする〇〇レポートのコーナーでございます。で1回目2回目と梅レポートレシャーレポートの方やったんで、そういえばねこれまた梅レポートになっちゃうんだけど、最近っていうか昨日梅ね携帯横にしてませんでした。これはね多分飽きたね梅。
今後はさらに、期待できるということでございます。そして今回はフードレポート。そうですね、最近よくオフィスにオフラインで練習で集まって、来てくれる方がたくさんいらっしゃるんですが、遠方から、いらっしゃる方も多いんです。今回もお杉さん来てくれたりだとか、あとは徳島で大会があって、徳島帰りの、はるみーくんとアンナくんとかが遠方から来てもらってるんですが、そんな時にですね、フードの家に泊めてもらって、ご飯食べて寝て、でまたオフィスに来るというような感じで、続いており、フード家には、大変お世話になっておりますということで、フードレポートになるのかな。でもフードの、家が奥さんも含めてなんかそういう人が来てくれる賑やかな感じがいいっていう家みたいで、そういう人もねチームメイトにいてくれるとなんというか、助かるというか、非常にいいチームだなと、思います。これからも頑張っていきます。はい、そして今回も、僕たちのオフライン練習に付き合っていただいた方々、本当にありがとうございました。今回もですね、様々な方に、来ていただきました。まずはキャミー使い、おすぎさんとふみさん、ありがとうございました。そして今回ジュリ使いでね、伝説 SP さん、ベティちゃん、そしてアンナくん、ありがとうございます。そしてダルシムの青みのくん、あとははるみくんと、そして普段からね、来てもらってるんですが、ジャジーくんやらゆうとやら、こちらもね、助けていただき、なんとか、20点もぎ取ることができました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。そして、次節の予定でございます。次節の予定は10月3日、現在4位の DFM との、対戦であります。竹原使いがね多くいるチームで、しかもこっちアウェーなんで本当にやること、多いと思うんですが、毎日、前向きに練習はね本当に楽しくできてるんだけどね、それをね結果につなげさせてもらいますんで、よろしくお願いいたします。そして、僕の方は、TGS イベントがね盛りだくさんでございます。こちらの方、いろいろ X の方に予定上げていきたいと思いますので、そちらの方も何卒よろしくお願いいたします。はい、それでは本日はこの辺でまた。